では、本日の労務相談 Q&A です。まず内容です。当社では管理職への昇進を望まない社員が増えています。で、先日管理職への昇進を打診したところ拒否された社員がおり、これを機に他部署へ配置転換することを検討しています。問題ないでしょうかという質問です。回答ですね。就業規則や雇用契約等に配置転換の根拠があることが前提となると。さらに職種や勤務地について限定する合意がなく、業務上の必要性も認められる場合には、原則として配置転換は可能です。ただし、昇進拒否への嫌がらせや制裁を目的とする配置転換は、権利乱用として無効となる可能性があります。というふうにあります。で、この後ちょっと紹介処分のことも書いてあるんですけども、今回は配置転換についてですね。今回はこの配置転換が有効なのか無効なのかっていう話なんですけれども、これを考える上で資料の方を見ていただきたいんですけど、この配置転換がどういうものなのかですよね。実際どうなのかなんですけど、昇進を断ったことへの制裁とか嫌がらせ、明らかな左遷とか官職への異動なのか、それとも会社としてはそういう気はなくて、昇進拒否がなくても、いずれ起こり得た配置転換なのか、それとも昇進拒否をきっかけに、じゃあ本人のキャリア形成とか、会社の人員配置のために必要になった配置転換なのか、こういうことをしっかり考えなきゃいけないと。で、それを客観的にどうしても見て、それが分からないといけないと思うんですけれども、それを見極める視点としては、その打診から配置転換までの時期が非常に近いとか、あとは配転先の業務内容とか処遇が明らかな格下げになってないかとか、本人へ配置転換の理由をちゃんと説明できているのか、あとは過去にも同様の事例があった場合にその前例に倣ってやってるのか、いろんな視点があると思うんですけれども、実態としてどうなのかですね、会社の思いがこうだって言っても、実際客観的に見たらこうですよねっていうのが大事かなと思います。で、この配置転換が有効か無効かっていうのを考えるときに、よく皆さん見たことあると思うんですけど、この東亜ペイント事件ですね。この判例が参考になります。で、この東亜ペイント事件の概要ですけれども、神戸営業所勤務の社員に広島営業所への転勤を内示しました。で、社員は家庭の事情、高齢のお母様がいらっしゃる。で、奥様が共働き。で、小さいお子さんがいらっしゃる。というのを理由に拒否しました。で、会社はそれでは名古屋支社への転勤をということで命令したんですけれども、社員はこれにも応じなかったと。で、会社は転勤命令違反を懲戒事由として懲戒解雇しました。で、社員が転勤命令は権利乱用で無効ということと、懲戒解雇も無効と主張して提訴しました。で、この裁判については、結論としては、転勤命令は権利乱用にあたらず有効だし、懲戒解雇も有効だっていうふうな判決が出ています。で、この裁判の時に、判例で示された基準があります。この3つのいずれか1つでも該当したら、権利乱用で配置転換無効ですよっていうことなんですけど、1つ目は業務上の必要性が存在しない場合です。ただこれは余人をもって変え難いっていうような高度な必要性まではいらないと。で、人員配置の適正化とか、企業の合理的運営に資する事情があれば足りるっていうことで、比較的緩やかな基準ではあります。で、2つ目は不当な動機、目的による場合でないかってことですね。で、今回の問い合わせになると、どうしてもこの昇進拒否による懲戒的な目的ではないかっていうことで、このあたりが疑われやすいかなと思います。で、3つ目として、通常感受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるような場合、特に育児とか介護と家庭の事情が大きい場合に、その本人が受ける不利益がどの程度のものかみたいなもので、この3つの基準でちゃんと考えてくださいねということなので、この基準と先ほどの視点みたいなもので、じゃあ実際に自社でやろうとしている配置転換が問題ないのかどうかっていうのを考えていただく必要があります。最後ですけども、今回今配置転換の話をしましたが、このような問い合わせを受けたときに、やっぱり気にしとかなきゃいけないのが、一番最初の昇進を望まない社員が社内で増えてるんですっていうことだと思うんです。で、これは
よく一般的に今最近聞かれていることだと思うんですよね。管理職になりたくない人が増えているっていうのは。で、背景にある構造的な要因としては、残業代の減少分を役職手当が補えていないとか、責任と権限のアンバランスがある。あとは、専門職として現場で働き続けたいというキャリア感を持っている人も多い。それから、周囲の管理職の長時間労働、板挟みの姿を見て魅力を感じない。こういうのも多いかと思います。今回のような昇進を打診して断った場合には、やっぱり本人にしっかりヒアリングしなきゃいけないと思うんですよね。で、どうして管理職になりたくないのか。今のままで十分とか自信がないとか割に合わないとかっていうのをしっかりと本人の言葉で聞くと。で、さらに、じゃあどうしたら前向きに検討してもらえるのかということで、処遇改善だったりサポート体制だったり、具体的な条件を一緒に探って管理職になってもらうような形で、ヒアリングしていく必要があるということですね。で、社内でも増加傾向にあるということで、制度とか処遇設計自体に、おそらく会社的に問題があるんではないかというのが分かりますので、これを見直すサインでもあるということですから、ヒアリングして配置転換の有効無効みたいなものもプラスアルファとして、じゃあこれ制度設計、会社の制度自体を見直した方がいいんですか、いいんじゃないですかっていうふうに、仕事に結びつけていくようなご提案も一緒にできるのではないかなと思います。はい、参考にしていただければと思います。本日は以上です。